名前ですけど、小林秀明と言います。で、年は50です。仕事はですね、一応写真を撮って展示してる関係で写真家というふうに名乗ってまして、嘘ではないんですけども、でもそれで食べていけるわけではないので、本業はサラリーマン、会社勤めしてます。で、エンジニアの方面で、画像処理方面のコンピューターのプログラムを書いたりとか、そんなことしてますね。セーラー服着始めたのはですね、2年くらい前ですね。約2年前の6月からですね、外で着始めたのは。それはラーメン屋なんですよ。横浜の鶴見におじいさんがやってるラーメン屋さんがあって、そこのおっちゃんが企画を立てたんですよ。で、30以上でセーラー服を着てくるとラーメンがいっぱいタダという企画を立てまして、私最初知らなくて、知り合いが行ったらって言ってくれたんで、ああって言って、じゃあそれに乗っかっていこうかなっていう感じで行ったというのが始まりですね。それはもう2年ぐらい前なんですよ。よく宴会とかでおっさんが悪ふざけでセーラー服とか着るじゃないですか。ノリでこんなにふざけちゃったんだぜっていう、そういう自分への言い訳ですよね。ラーメンが企画立てたんだから、それに乗っかっていくんだぞと、だから悪ふざけなんだぞっていうふうに自分に言い訳するとできるじゃないですか。できたと。で一回やって平気だって分かっちゃうと、周りの反応ってこんなもんなんかって分かるじゃないですか。そうすると次から平気になっちゃうっていう感じで結局解放したかった何かがあって、それきっかけ、自分への言い訳ができてきっかけになったから、あとは大丈夫みたいな、そういう感じだったんだと思いますけどね。美しさの観点で本当に女性的になりたいんだとしたら、メイクもするしひげも剃るんですけど、なりきりたいわけでもないんですよね。これ背中の三角を出してると、彼氏募集中だと。最初はすごいドキドキして、こんなことして大丈夫かな、騒ぎにならないかなとか、通報されないかなとか、いろいろこうおかなびっくりだったんですけど、都会のスルー力って結構すごくて、全然みんな気にはなってるのかもしれないですけど、騒ぎ起きないんですよね。みんなこうチラチラ気にしてるんだけども、騒ぐ人もいなければ通報する人もいない、何も起きないんで、これ平気じゃないかと、 OK じゃないかと思ったら、なんかああいいんだと思ってそれから結構ほぼ毎週末セーラー服着て出かけるようになりまして、なんで人気になったかって言いますと、ツイッターで私を見たっていう目撃情報が結構上がって、それがなんか写真撮られて画像付きでリツイートでこう広まっていった感じなんじゃないかなと思いますけどね。こんなのどう見たって悪ふざけじゃ汚らしいし良くないだろうと思ってたら、意外と可愛いって言ってくれる人が多いんですよ。でこれは私もびっくりしたし、予想外の反応だったんですけれども、でも1日歩いてて100回ぐらい可愛いって言われるとなってきちゃうんですよねなのでなんかこう最初はもう笑顔とか作れなかったし、ポーズとかもぎこちなかったんですけども、いっぱい写真撮られてるうちになんか自然にひょっとねひょっとこう可愛い顔になれるようになってきて、すごい生で初めてねうん、ラッキー喜んでくれるって嬉しいじゃないですか。で前はあんな人がいるって面白いから一緒に写真撮りたいみたいな人結構そういう反応だったんですけども、最近はもうネッ
トでかなり知れ渡っちゃったので、ツイッターで見て有名な人がいるっていう感じで、生で見れた嬉しいみたいな感じで、喜んでくれるんですよ。でそうするとなんかこっちもいいことしてるのかなみたいなねそういうのがあるので、なんかみんな嬉しそうにしてるとこっちも楽しくなるなっていうのがありますね。本当の自分っていうとどっちも自分なんですよ。大学時代は数学を専攻してまして、その頃なんて自分から人に話しかけるなんて絶対なかったし、人から話しかけられてもボソボソっと答えるぐらいで、そのシャイな自分っていうのもまた嫌いな自分ってもいて、明るく愛想よくこうできた方がいいかなっていうのがあって、だんだん解放されてこっちのモードもできてきた。でこっちはみんなが手振ってくれたらはいってこっちも手振り返してあげるみたいな、明るくて愛想のいい自分っていうのがあって、それがだんだん出てきた。じゃあこっちに移っちゃえばいいかっていうとそうでもなくて、やっぱりこっちに引っ込みたい時もあるので、こっちとこっちの両方あるっていうバランスがすごくいいような気がしますね。アイドルのプロデュースを始めたきっかけはですね、役者さんとか歌い手さんとかステージやる方々の写真もよく頼まれて撮ってたんですよ。そのステージやってた方の、所属してた事務所の方から頼まれて、その方々を撮ってたりしてたんですけど、その事務所の方がアイドルを始めるぞ言って写真撮り役で入ってくれないかって言われて、一応だから、写真撮る人兼、プロデューサー陣の一員という形で入れてもらったんですよね。お疲れ。でも今はプロデューサーからメンバーに昇格してまして舞台にも上がってっちゃうっていう感じですね。どんな存在？クラスメートの存在？確かに仲良しです。仲良しです。乙女なんで、どっちのさんではない。なんだろう。お父さんではない。お父さんではない。お母さん？お母さん？私がセーラー服を着ることで、いろんなメディアさんから取材の申し入れがあったりして、アイドルもプロデュースしてますよってことでアイドルも一緒にこう撮ってもらうと、結果的にはなんか私が先陣を切ってアイドルのプロデュースをしてるっていうような形にはなってますけども、もともとそれが狙いで生贄になってセーラー服着てまず有名になっていて、それで君たちを有名にしてあげるよって、そういう計画があってやってるわけではなかったですね。見たことあるこの人たち。気持ち悪いですね。かわいい。おっしゃ最高ですね。最高。批判的に言う人っていうのもいなくはないと思うんですけども、意外と言わないですね。ですから、表面的にはポジティブな反応しか返ってこないんですよ。でネガティブに思ってる人はきっと言わないので、よく思ってない人もいるだろうなっていうのは当然思うんですけども、直接的にはほとんど言われないですね。もう反応の 100% 近くは実はポジティブで、可愛いとかツイッターで見た人だとか、みんな喜んでくれますね。できっとうわ汚ねとか女装するんだったらもっと綺麗にやれよとか思ってる人は絶対いると思うんですけども、言ってこないですね。
なので全然いなくはないと思いますけど、あんまりネガティブな反応は実際には全然受けないですね。じゃあ佐藤も頑張りましょう。よろしくお願いします。どうもお疲れ様です。